こんばんは、シュンパイロットきょうきょうです。今日はマイクロソフトフライトシミュレーター2024のデフォルト機体 C-RAS ビジョンジェットを取り上げていきます。実はこの機体、マイクロソフトフライトシミュレーターの中でパイロットもしくは乗客の生存率が高い機体であることは知っていましたか？パイロットが急病などで操縦不能になった時、または燃料がなくなってしまってどうしようもなくなった時、そんな一見助かりそうもない状況でもなんとかできるんです。今回はそんな C-RAS ビジョンジェットに搭載された緊急システムを紹介していきます。まずはこの飛行機の目玉機能の一つ、セーフリターンです。これはパイロットが急病などで操縦不能になった際、ボタン一つで最寄りの空港を自ら探し出し、自動で着陸まで行ってくれるという、まさに魔法のようなシステムです。現在、高度16000フィートをオートパイロットで巡航中、パイロットが倒れてしまいました。乗客であるあなたが何とかしないといけません。それでは早速、頭上のパネルにある大きな赤いボタンを押してみましょう。一発で言ってくれると嬉しいな。残念ながらここで遊ぶクオリティの洗礼です。稀に一度目の起動では空港が見つかりませんというエラーが出ることがあります。焦らずに一度オートパイロットをオフにしてから再度オンにし、もう一度セーフリターンボタンを押しましょう。今度はシステムが起動しました。画面がイマージェンシーオートランドアクティブに切り替わり、乗客にも分かりやすい表示になりました。システムは瞬時に最寄りの空港を特定し、そこへ向かうための左右のルートと降りていくためのコードを自動計算します。画面の上部と下部には着陸予定時刻、残りの距離、今どういう操作が行われているか、燃料の持ち時間など重要な情報が表示されます。左側のメイン画面は状況把握用、飛行機の姿勢を示す画面と地図が表示され、マゼンタの線が飛行ルートを示しています。右側の画面では拡大された地図が表示されています。このセーフリターンのすごいところは、操縦桿やスロットルだけではなく、フラップやランディングギアの出し入れまで、すべて機体が自分で判断して行うところです。ちなみに本物の C-RAS 機にある緊急着陸中のアナウンスまでしっかり再現されています。このアナウンスがあれば安心できそうですね。右側の地図を見てみます。点線はこれまで飛んだ軌跡、マゼンタの線がこれから向かうルートです。緑色のアイコンが目的地となる空港となっています。今回はちょっと着陸が難しい富山空港が選ばれました。最終の着陸態勢に入ると、機体は自動的に車輪を出し、フラップを最大まで下げ、着陸に最適な速度まで減速します。このシステムの注目ポイントは、地上の ILS などに頼らず、機内に登録されているデータだけで着陸コースを計算すること。つまり、特別な設備がない小さな空港でも安全に降りられる設計になっているんです。さて、いよいよ着陸です。今回は検証のため、完全に設置するまでは一切コントロールには触れないようにします。スロットルを絞り、機種を上げて設置するフレア操作も自動で行います。今回の滑走路はちょっと難しかったのか横にずれてしまいました。本来のシステムは停止とエンジンカットまでを自動で行ってくれるはずなのですが、
このあたりは今後のアップデートに期待ですね。他にも到着予定時刻の表示がバグるなど少し爪が甘い部分はありますが、それでも安全に地上へ戻すという本来の目的は見事に果たしてくれました。着陸した後のタキシングくらいは自分で操作ができるので十分実用的です。さて、シーラス機といえばもう一つ忘れてはいけないのがシーラスエアフレームパラシュートシステム、略してキャップスです。これはこの機体における最終手段。もしエンジンに異常が発生し最寄りの空港に戻れない場合、機体そのものをパラシュートで吊るし安全に機体を着地させるシステムです。今度は巡航中にエンジンが止まり、もう助からないぞ状態になりました。ある程度速度を落としてからキャップスを作動させてみましょう。ではキャップスを作動させます。レバーを引くと機体は自動で機種を上げ、パラシュートが開ける安全な速度まで減速します。その後爆発的にパラシュートが射出されます。シートベルトを締めてその時を待ちましょう。機体は激しく揺れますが、やがてゆっくりと降下を始めます。降下速度は毎分2000フィートほど、かなり速いので機体はボロボロになるでしょうが、乗員の命は助かるという設計です。さて、もう少しで地上ですが、今回は田んぼに落ちそうです。無事に生還できました。2024のシーラスビジョンジェットはバグは少しあるものの、デフォルト機とは思えないほど再現度は非常に高く、飛ばしていて本当に楽しい機体です。この機体を飛ばしていて、もし緊急事態に陥ったら、今回ご紹介した安全機能を試してみてください。もしこの動画が役に立ったと思ったら、高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。良いフライトを。